東海道の一角、品川区南大井。当地にかつて存在した鈴ヶ森形状の跡地。小塚原形状、大和田形状とともに江戸三大形状と言われた。形状跡は旧東海道と第一京浜の交差点にあり、隣接する大教寺の境内となっている。形状が開設されたのは1651年、慶安4年。それから1871年に閉鎖されるまでの220年の間、10万から20万もの罪人が処刑されたと言われている。当時は東京湾沿いにあり、形状近くの海で水託による処刑も行われた。水託は罪人を逆さづりにし、潮が満ちると溺死させる処刑だ。帰郷転校しないキリシタンを水託にした記録が残っているという。こちらは斬首した生首を洗う首洗いの井戸。このように当史跡では当時の生々しいものがいくつも残っているのが特徴だ。こちら貼り付け台。台の真ん中に角柱が立てられ、その上部に縛られて、詳しい話はしないでおきましょう。火あぶり台もそのまま残されている。処刑者は皆この石の上で火あぶりにされた処刑者の中には八百屋お七もいた。恋人に会いたい一心で放火事件を起こしてしまったお七。火はすぐ消されぼやで済んだそうだが、放火の罪は重く処刑されてしまった。今の感覚からすると覚醒の感があるが、当時は処刑があると周囲に人だかりができ、興味深く処刑を見守っていたという。特に若い女性の処刑者は珍しく、より多くの民衆が集まったそうだ。小塚原へ公院に埋葬された高橋おでんや今回の八百屋お七もそう。罪人の処刑を見物し、自分の心に潜む悪の心を発散する一種のエンターテインメントのような感覚だったのかもしれない。八百屋お七の墓は文京区白山にある。
大木供養塔。3メートルの高さの御影石に刻まれた南明法蓮華経の力強い文字。妙な緊張感がある。大神火災殉死者供養塔。こちらは形状とは無関係だが、震災の大火災から逃れようと川などに飛び込んだ人々の遺体がこの付近に流れ着いたそうだ。近くを流れる立会川をまたぐ橋の一つ、旧東海道の浜川橋は別名涙橋。形状へ向かう罪人の家族が橋のたもとで立ち会ったというのが地名の由来だという。心霊スポットとしても有名な当地だが、もちろん我々の目的は心霊ではなく旧石探訪と相対の意味で訪れたわけだが、やはりどこか暗鬱な空気が漂っているように感じた。